江ノ島富士見荘奇譚第2話、潮騒の記憶。第1章。いつも来る小説家。江ノ島に初夏の風が吹き始める頃、富士見荘の玄関には、毎年一人の小説家が現れる。名前は、三枝明人という。世間的には、それほど派手な作家ではなかった。テレビに呼ばれるような売れ方をした人ではなく、本屋の棚にいつも新刊が平積みされるような流行作家でもない。けれど、海辺の町や古い旅館、遠い記憶の中にある少年少女を書かせると、読む者の胸の奥に、忘れていた景色を一枚開かせるような力のある小説家だった。三枝は、毎年、シラス漁の季節になると江ノ島へ来た。富士見荘に1週間ほど逗留する。部屋は決まって、2階の海側の小さな和室だった。窓を開けると、潮風が障子の桟をかすかに鳴らし、晴れた日には海の向こうに富士の稜線が淡く見えた。滞在中、三枝は朝になると一人で外へ出る。弁財天仲見世通りの坂をゆっくり上がり、江ノ島神社の鳥居の前でしばらく立ち止まり、参道の店先に並ぶ介細工や古い写真の絵はがきを眺める。それから島の奥へ歩いて、稚児が淵へ降りる。岩場に腰を下ろして、手帳に何かを書きつける。昼には、どこかの店でしらす丼を食べる。夕方になると、富士見荘に戻ってくる。その頃には、旅館の従業員たちも三枝の足音を覚えていて、彼が玄関の引き戸を開ける音だけで、ああ、先生が戻られたとわかるようになっていた。藤見さつきも、子供の頃からその小説家を知っていた。さつきが小学生の頃、三枝はすでに中年の作家だった。玄関の脇にある古い長椅子に腰掛け、原稿用紙ではなく小さなノートに鉛筆で何かを書いていた。さつきが通りかかると、三枝はいつも顔を上げて、穏やかに会釈した。また背が伸びましたね、お嬢さん。まだ従業員でもないのに、富士見荘に出入りする多くの人が、さつきのことを自然に、お嬢さんと呼んだ。彼女がこの旅館の娘であることは、誰が教えなくても、建物の空気の方が語っていたからだ。三枝だけは、少し違った。彼はお嬢さんと呼ぶとき、さつきそのものを見ているようでいて、同時にもっと遠い誰かを見ているような目をした。祖母のさよにも、ひいばばにも、そのまた前の代の富士見荘の娘にも、同じようにそう呼びかけたことがある人のように、さつきはその視線が少し苦手だった。けれど、嫌いではなかった。江ノ島には過去が多すぎる。生きている人間の記憶より、死んだ人間の記憶の方が多いくらいだった。富士見荘はその記憶の上に立っている。だから、三枝明人という小説家が、さつきを見ながら何か遠いものを同時に見ているとしても、それはこの島ではそれほど不思議なことではなかった。その年も、しらすの季節が来た。参道の店先には、釜揚げしらすの上りが出た。観光客たちは、江ノ島へ渡る橋の上で海を背景に写真を撮り、スマホの画面に映る自分たちの笑顔を確認しては笑い合った。塩の匂いと、焼き貝の匂いと、日焼け止めの匂いが混じり、島はいつもの初夏の顔をしていた。けれど、三枝明人は来なかった。富士見荘の帳場で、月妻晩作が大きな腕を組んでうなった。おかしいな、先生。今年は予約の電話もないんですよ。晩作は、富士見荘の従業員である。人情に厚く、声が大きく、島の人混みの中でも平気でさつきを、お嬢、と呼ぶので、その度にさつきに叱られている。去年、帰る時に言ってたんだけどな。来年もまた、しらすの時期に来ますって。来られない事情があるんでしょう。さつきは帳場の奥で、宿泊客の名簿を整理しながら答えた。先生も、もう、若くないもの。いや、それはそうなんですがね。晩作は困ったように頭をかいた。毎年来る人が来ないってのは、なんだか座りが悪いもんです。玄関の鉢植えが一つ足りないみたいで。その言い方に、さつきは少しだけ笑った。けれど、心の奥では同じことを感じていた。江ノ島には、毎年来る人がいる。毎年、同じ季節に、同じ道を歩き、同じものを食べ、同じ海を見る人がいる。観光客というより、季節の一部のような人たちだ。その人が来なくなると、島の風景のどこかに、小さな穴が開く。その穴を、島の霊たちはよく見つける。そして、時々、その穴から入り込んでくる。
三枝明人が今年来ないという事実は、藤見荘の中に小さな影を落とした。その影が濃くなったのは、数日後の午後だった。玄関に、若い女が立っていた。年は20代半ばほど。白いブラウスに薄いグレーのカーディガンを羽織り、肩から小さな旅行カバンを下げている。長い髪を後ろでゆるく束ねていたが、風にほどけた数本の髪が頬にかかり、少し疲れた印象を与えていた。予約していた三枝です。帳場にいた晩作が、あ、と声を上げた。三枝先生の。娘です。三枝美代と申します。女は軽く頭を下げた。その丁寧な仕草の中に、どこか慣れていない硬さがあった。さつきは、帳場の奥から彼女を見た。三枝美代。小説家の娘。彼女は父の代わりに来たのだと、すぐに分かった。けれど、それは単に予約を引き継いだという意味ではなかった。彼女は、父が歩いた道を確かめに来たのだ。人がいなくなった後、その人の足跡だけをたどろうとするとき、人は大抵、自分が何を探しているのかわからない顔をする。美代の顔にも、それがあった。お父様は、さつきが言いかけると、美代は視線を少しだけ伏せた。春に亡くなりました。玄関の外で、潮風がのれんを揺らした。晩作が大きな体を一瞬固くした。さつきも言葉を止めた。すみません。父が毎年こちらにお世話になっていたと聞いていて、遺品の中に、こちらの古い領収書や、江ノ島で書いたらしいノートがたくさんありました。それで、一度、来てみたくなって。美代は困ったように微笑んだ。父が何を見ていたのか、少しでもわかればと思って。さつきは、彼女の声を聞きながら、三枝明人のノートの鉛筆の音を思い出していた。あの人は、何を書いていたのだろう。江ノ島の何を、毎年、見に来ていたのだろう。その問いに答えるように、遠くで海が鳴った。潮騒はいつも同じ音に聞こえる。けれど本当は、同じ音など一度もない。第2章、寒月の依頼。美代が藤見荘に滞在し始めた日の夕方、旅館は少し慌ただしくなった。島の別の旅館、寒月から、急に客を回せないかという話が入ったのだ。寒月は、藤見荘と同じく江ノ島内で古くから続く旅館である。規模はそれほど大きくないが、料理と眺望に定評があり、団体客を受け入れることも多い。その日、寒月には予定外の団体客が押し寄せたらしい。もともと予約していたグループに加え、天候の都合で鎌倉方面の予定を切り上げた客まで流れ込んだ結果、食事の用意と風呂の段取りが追いつかなくなったのだという。お嬢。廊下に、晩作の声が響いた。さつきは、聞き慣れているはずの晩作の声に、それでも肩を小さく跳ねさせた。だから、大きな声で呼ばないでっていつも言ってるでしょ。すみません。ですが、寒月の娘さんがいらしてます。お嬢に直接お願いしたいと。帳場の方へ出ると、三畑光が立っていた。学校で見慣れた制服姿ではなく、明るい山吹色の顧問に白い前掛けを重ね、髪もきちんとまとめている。旅館の仕事を手伝う時の、寒月の娘としての姿だった。光はさつきの同級生で、旅館寒月の娘である。学校では明るく軽い調子で話すことが多いが、実家の旅館のことになると急に真剣になる。さつき、本当にごめん。うち、今ちょっと大変なことになってて、夕食だけでも何人かお願いできないかな。あと、もし部屋に余裕があれば、2組くらい泊まりも。部屋なら少し空いてる。夕食は、人数を聞いてから厨房に相談するね。ありがとう。ほんと助かる。すっとんきょうな声を上げてから、光は心からほっとした顔をした。きっしりと着付けた山吹色の顧問に白い前掛け。きちんとまとめた髪だけを見れば、誰もがしっかり者の旅館の娘だと思う。けれど、思わずうひょうと言ってしまうあたりは、学校で見慣れた年相応の光るそのものだった。江ノ島の旅館同士には、観光地らしい競争もある。けれど同時に、島の中で暮らす者同士の助け合いもある。繁忙期には客を融通し合い、急病人が出れば人手を出し、台風が来れば互いの建物を気遣う。島で生きるということは、橋の向こうの本土とは少し違う。ここでは、人も、家も、商売も、そして死者も、生者も、完全には単独で存在できない。お嬢様、では私が寒月まで行って、
こちらへ移られるお客様のお荷物とご案内を手伝ってまいります。晩作が腕まくりをした。晩作さん、声は小さく。心得ております。晩作は、心得ているとは思えないよく通る声で答えた。本当に？できるだけ。光が小さく笑った。そのやりとりを、玄関脇の廊下から三枝美代が見ていた。彼女は少し驚いたような、少し羨ましそうな顔をしていた。旅館というものが、単に宿泊客を泊める建物ではなく、島の暮らしそのものの一部であることを、初めて見たのかもしれない。富士見荘って、父の小説に出てくる宿みたいです。美代がぽつりと言った。お父様の小説に、うちが出てくるんですか？名前は違います。でも、海の見える古い宿で、女の子がいつも帳場にいて、旅人が帰ってくるのを待っているんです。さつきは、少しだけ返事に困った。富士見荘の娘は、代々、よく似た顔に生まれる。さつきの祖母も、曽祖母も、そのまた前の富士見荘の娘たちも、写真や肖像の中で、さつきにひどく似た顔をしている。あまりに似ているので、さつきはそのことを人に話さないようにしていた。話せば、怖がられるか、冗談だと思われるか、そのどちらかだからだ。三枝明人が小説の中に描いた帳場の女の子が、さつきを見て描かれたのか、それとも過去の誰かを見て描かれたのか、さつきにはわからなかった。あるいは、その区別に意味はないのかもしれない。江ノ島では、時々、同じ顔が長い時間の向こうから戻ってくる。さつきは美代に言った。お父様は、江ノ島が好きだったんですね。美代は少し間を置いてからうなずいた。そうだったのでしょう。でも、父はあまり話さない人でした。自分の好きなものほど、説明しない人だったんです。その夜、富士見荘は寒月から回ってきた客で少し賑やかになった。廊下をはしゃいで走り回る子供たちを、晩作が、はいはい、そこは歩くところだぞ。と笑いながら手のひらでそっと制し、厨房からは魚を焼く匂いが流れた。美代は食堂の隅で、しらすと季節の野菜の小鉢に箸をつけながら、窓の外の暗い海を見ていた。その視線の先で、島の夜は深くなっていく。灯台の光がゆっくり回り、海の上を撫でる。遠くの暗がりで、潮騒だけが、誰かの古い記憶のように続いていた。第三章、美しい先生と青年。翌日の午後、さつきは金佐明と弁財天仲見世通りを歩いていた。明は江ノ島の外から江ノ電で通ってくる同級生である。さつきより少し背が高く、短い髪を風に揺らしながら歩く姿には、どこか男の子めいた軽やかさがあった。ねえ、さっちゃん。なに？あの人たち、最近よく見るよね。明が、通りの先を控えめに指で示した。参道の途中にある茶屋の軒先に、二人連れが座っていた。一人は、30代くらいに見える女性だった。白い夏のブラウスに、紺色の長いスカート。髪はきれいに結い上げられ、首筋が涼しげに見える。観光客というより、古い女学校の教師が、そのまま現代の江ノ島に紛れ込んだような佇まいをしていた。もう一人は、20歳前後の青年だった。学生服ではない。けれど、どこか学生のように見える。白いシャツの袖を肘までまくり、膝の上に本を置いている。女性の話を聞くとき、少し前のめりになる仕草が、彼女を先生と呼び慕っているように見えた。あの女の人、綺麗だよね。明が小声で言った。見えるの？さつきは、思わず聞き返した。見えるよ。見えないの？さつきは、茶屋の方を見た。彼女自身の目には、その席はほとんど空いているように見えていた。正確には、二人分の気配だけがある。湯飲みが2つ置かれ、片方の椅子が少しだけ引かれている。けれど、人の輪郭ははっきり見えない。ただ、足元の影だけがあった。女性らしい細い影と、青年らしい長い影。江ノ島では、普通の人に見えて、さつきには見えないものがある。それは、彼女が霊を見る力を持っていないからではない。むしろ逆だ。富士見荘の娘であるさつきには、島にいる死者と生者の違いが、普通の人よりもはっきりと分かってしまう。先祖たちの守りによって、彼女の目は、島の霊たちを生者と同じ顔で見ないようにされている。だから、普通の観光客には自然な人間として見えているものも、それが霊であった場合には、
さつきの目には逆に、人の姿を描いた風景として現れる。そこに湯飲みがあり、椅子のわずかなくぼみがあり、影だけがある。けれど、人の輪郭は見えない。アキラが肩を寄せてきた。ほら、あの人。先生っぽいっていうか、なんか昔の映画に出てきそうじゃない？さつきは、アキラの肩越しに茶屋の席を見た。すると、二人の姿がぼんやりと浮かび上がった。アキラの視界を借りるように見ると、普通の人たちに見えている景色が、一時的にさつきにも流れ込んでくる。女性は、確かに美しかった。まるで潮風に少しも乱されない記憶の中の人のように、整っていた。青年は、その傍らで、少し幼いほど真剣な顔をしていた。茶屋の店員が、二人の前にあんみつを置いた。店員は、彼らが霊であるとは思っていない。少なくとも、そのように振る舞っている。江ノ島では、そういうことがよくある。先生。青年が言った。声は、さつきには遠くから聞こえる潮騒のように曖昧だった。この島の波の音は、どこで聞いても同じですね。女性は微笑んだ。同じではありませんよ。ここで聞く潮騒と、岩屋で聞く潮騒と、橋の上で聞く潮騒は、みんな違います。先生は、何でも区別するんですね。区別できないものを、無理に一つにしてしまうと、人は後で悲しくなりますから。その言葉に、さつきはわずかに息を止めた。アキラは気づいていない。なんか、雰囲気あるよね。あの二人。恋人かな。どうだろう。先生と生徒っぽくもあるよね。あ、でもそれだとちょっと危ないか。アキラは自分で言って、少し照れたように笑った。さつきは、もう一度、二人を見た。先生と呼ばれる女性。その傍らにいる青年。二人は、聖者のように茶屋に座り、聖者のように言葉を交わし、聖者のように甘みを前にしていた。けれど、彼らの周囲には、時間がほとんど流れていなかった。湯飲みから立つ湯気だけが、風にほどけるように動いている。その湯気すら、本当は誰かの記憶が形をとっているだけかもしれなかった。第4章、潮騒の悲劇。その夜、富士見荘の談話室で、テレビの怪談検証番組が流れていた。観光客の中年夫婦が夕食後に何気なく見ていて、内容は昭和の未解決怪談を検証する、というものだった。どうやらその回は、古い江ノ島の怪談を新たに検証する初めての放送であるらしく、画面の中では、まだ誰にも共有されていない話をこれから世間に渡すような調子で、司会者が言葉を選んでいた。旅先の夜に見るには、少し俗っぽく、少し怖く、ちょうど良い内容なのかもしれなかった。さつきは、帳場の仕事を終えて通りかかっただけだった。けれど、画面に江ノ島の映像が映ったので、足を止めた。ナレーションが低い声で言った。神奈川県藤沢市、江ノ島。この美しい観光地には、今も語り継がれる一つの悲劇がある。画面には、夕暮れの稚児が縁が映っていた。岩場に白い波が砕け、濡れた岩肌が夕日を反射している。観光客の姿は編集で消されているのか、人の気配はほとんどない。昭和初期、修学旅行の引率で江ノ島を訪れた若い女教師が、一人の男子学生を助けようとして波にさらわれた。学生もまた、その後を追うように海へ消えたという。さつきの胸が小さくなった。先生と青年、茶屋にいた二人の姿が脳裏に浮かんだ。番組はいかにも視聴者の興味を引く作りになっていた。白黒写真、古い新聞の見出し、再現ドラマ、美しい女教師が海辺で学生に何かを語りかける。波が高くなり、学生が足を滑らせる。教師が手を伸ばす。二人は潮騒の中へ消える。再現ドラマの女教師は、茶屋で見た女性とは似ても似つかなかった。けれど、視聴者に与えたい印象は明白だった。禁じられた死母。教師と学生。江ノ島の波。悲劇的な消失。さつきは、画面から目を離せなかった。やがて番組は、検証パートに入った。郷土史家が登場し、資料を示した。実は、この話には複数の事件が混ざっている可能性が高いんです。古い新聞記事が映る。一つ目の記事は、女学校の教師が海辺で事故死したというものだった。だが、その事故は江ノ島ではなく、少し離れた海岸で起きていた。
教師は生徒を助けようとしたのではなく、悪天候の中で足を滑らせた可能性が高いという。二つ目の記事は、江ノ島を訪れた男子学生が行方不明になった事件だった。だが、それは教師の事故から10年以上後のことで、同行していた教師もいなかった。三つ目は、戦後に書かれた随筆だった。そこには、江ノ島で若い教師と学生が波に消えたという短い記述があるが、出典は示されていない。ナレーションは淡々と続けた。つまり、現在語られている、女教師と男子学生の悲劇は、少なくとも3つ以上の異なる出来事が、長い時間の中で結びつき、一つの物語として語られるようになったものだと考えられる。談話室でテレビを見ていた中年夫婦は、少し笑った。なんだ、作り話だったのか。噂の中で、いろんな話が混ざっちゃってたのね。さつきは、何も言わなかった。作り話。その言葉が、胸の中に小さなトゲのように残った。番組は、最後にこう締めくくった。人々は、時に別々の記憶をつなぎ合わせ、より美しく、より悲しい物語を作り上げる。江ノ島に伝わるこの潮騒の悲劇もまた、そのようにして生まれた伝説なのかもしれない。画面には、夜の海が映った。波が岩に当たり、白く砕ける。さつきは、その音を聞いていた。番組の中の潮騒は、録音された音だ。けれど、富士見荘の外から聞こえてくる本物の潮騒と、ほとんど同じに聞こえた。同じではありませんよ。昼間、茶屋で女性が言っていた声が、さつきの耳によみがえった。ここで聞く潮騒と、岩屋で聞く潮騒と、橋の上で聞く潮騒は、みんな違います。区別できないものを、無理に一つにしてしまうと、人は後で悲しくなりますから。さつきは、その時初めて理解した。あの二人は、一つの事件の例ではない。誰かが間違えて結びつけた記憶から生まれた、二人なのだ。女教師だったかもしれない人。江ノ島で消えた青年だったかもしれない人。別々の時間、別々の場所、別々の死。それらが、人々の語りの中で一つの秘伝にされてしまった。そして江ノ島という霊場は、その語りを受け入れた。受け入れて、形を与えてしまった。中年夫婦は、番組が終わると、そろそろお風呂に行こうか、と言って立ち上がった。入れ替わるように談話室へ入ってきた別の客が、何気なくリモコンを手に取り、チャンネルを変えた。次の瞬間、先ほどまでの怪談検証番組の暗い余韻を打ち破るように、プロ野球中継の明るい歓声がテレビから流れ出した。その声で、さつきは、江ノ島の古びた秘伝話から、急に現在の夜へ引き戻された。第5章、先生のいない席。翌日、さつきは弁財天仲見世通りの茶屋へ行った。朝から島は明るかった。修学旅行らしい制服姿の生徒たちが、参道で土産物を選んでいる。外国人観光客が、タコせんべいを持って写真を撮っている。店先では、焼き貝の匂いが濃く、潮風がそれを山側へ押し上げていく。明るすぎるほど明るい日だった。だからこそ、茶屋の軒先にある空席は、妙に暗く見えた。いつも先生と青年が座っていた席。そこには青年だけがいた。さつき自身の目には、やはり彼の姿ははっきりとは見えなかった。椅子の影が一つ、テーブルに置かれた湯飲みが一つ、もう一つの湯飲みは置かれていない。さつきは、近くで土産物を見ていた観光客の肩越しに、その席を見た。青年がいた。彼は昨日と同じような白いシャツを着て、膝の上に本を置いていた。けれど、顔を上げようとしない。目の前の空席を、じっと見つめている。先生。青年が言った。声は、潮風にかすれて聞こえた。遅いですね。誰も答えない。店員が、青年の前に冷たい麦茶を置いた。店員には彼が見えているのだろう。あるいは、見えていると思い込んでいるのだろう。江ノ島では、その違いはよく曖昧になる。青年は麦茶に手をつけなかった。先生。今日は、岩山で行く約束でしたよね。その言葉を聞いた瞬間、さつきは、二人に起こったらしい事態について急に察しがついた。胸の奥が、さっと冷たくなる。原因は、昨夜のあのテレビ番組だった。先生は、もう来ない。昨夜の番組は、ただ古い怪談の真相を解説しただけではなかった。番組を見た人々の記憶の中で、
江ノ島で美しい女教師と青年が波に消えたという物語そのものを存在しなかった誤解として修正してしまったのだ。女教師と青年を結びつけていたのは実際に一緒に起こった事件ではない。別々の時代、別々の場所、別々の死が長い時間の中で人々の語りによって一本の糸のように結ばれ、江ノ島の中で一つの物語として形を得ていた。けれど、その語りが誤解だったと説明され、放送を通じて多くの人の記憶の中でほどかれてしまった。集合意識の中で、二人をつないでいた結び目が失われた。あの女教師は、もともと青年と同じ物語の中には存在しなかった。少なくとも、事実としては存在しなかった。二人をつないでいたのは実在の事件ではなく、人々の間で共有されていた記憶と語りだった。その語りが誤解として分解されたとき、彼女は青年の前に現れるための形を保てなくなったのだ。もちろん、真実を明らかにすることが悪いわけではない。別々の死を勝手に秘伝として混ぜ合わせることの方が、むしろ乱暴なのかもしれない。けれど、江ノ島では語られたものもまた、しばしば存在してしまう。それが誰かの慰めになっていた場合、正しい説明は、時々刃物のように働く。先生。青年は、もう一度言った。さつきは近づかなかった。近づいて、何かを言えば、青年をさらに傷つけるような気がした。青年はしばらく黙っていた。それから、ふと顔を上げた。彼の視線は、さつきの方を通り過ぎ、参道の坂の上へ向いた。まるで、そこから先生がいつものように歩いてくるのを待っているようだった。だが、来るのは観光客だけだった。帽子をかぶった老人、制服の学生たち、小さな子供を連れた夫婦、死者と生者が区別のつかないまま、初夏の参道を行き交っている。やがて、青年はぽつりと言った。先生は、もう来ないんですね。それは、誰に向けた言葉でもなかった。さつきは、その言葉を聞いているだけだった。第六章、青年の潮騒。その日の夕方、さつきは稚児ヶ淵へ降りた。青年がそこにいるような気がしたからだ。岩場へ続く階段は、日中の熱をまだ残していた。観光客の数は昼より減っていたが、夕日を見ようとする人たちがポツポツと残っている。海は穏やかに見えたが、岩のそばでは波が白く砕け、足元の隙間に低い音を響かせていた。潮騒。ただの波の音。しかし、この島にとっては、それは死者たちの呼吸のようなものだった。さつきは岩場の端に、青年の影を見つけた。観光客が引き上げ始める時刻で、あたりの人影はまばらになっていた。いつものように誰かの肩越しに風景を借りてみることは難しく、青年の姿は、観光客がさつきの前を横切るたびに断続的に浮かび上がるだけだった。それでも、さつきは影の途切れ方を頼りに、おおよそ彼が立っている場所へ近づいた。さつきは、先祖たちが彼女を守るために、見ないようにしてくれている、その視界に、自分の意志でそっと逆らった。普段なら、そんなことはあまりしない。霊を直視しようとする行為は、さつきにとって、暗い水底を裸眼で覗き込むようなものだった。それでも今は、青年がそこにいることを確かめたかった。夕方の光のせいか、あるいは海に近いせいか、青年の姿はひどく薄かった。それでも、そこに立っていることだけは分かった。彼は海を見ていた。さつきは少し離れたところに立った。声をかけるべきか迷っていると、青年の方が先に口を開いた。けれどそれは、さつきに向けられた言葉というより、潮騒に向かってこぼれた独白のようだった。霊たちは、時々そういう話し方をする。こちらが名乗ってもいないのに、さつきがそこに立っている理由も、どこまでを見ていたかも、最初から知っているかのように言葉を続ける。江ノ島で死者に見つめ返されるとは、そういうことなのかもしれなかった。先生は、青年は海を見たまま言った。最初から、いなかったんでしょうか。さつきは答えなかった。答えられなかった。青年は続けた。僕は、ずっと先生とここに来ていた気がするんです。先生は、潮騒の違いを教えてくれました。橋の上で聞く音と、岩屋で聞く音と、この岩場で聞く音は違うって、僕は最初、そんなの同じじゃないかと思っていた。でも先生が言うと、違うように聞こえたんです。
波が岩に当たり、砕けた。でも、昨日から、その違いがわからなくなりました。青年の足元が少し透けていた。岩の影と彼の影が重なり、どちらがどちらかわからなくなる。先生の声も、だんだん思い出せなくなっています。さつきは胸の前で指を握った。何かできることはないか、と一瞬考えた。だが、その考えをすぐに手放した。ここで彼に先生は存在したと言っても、それは嘘になるかもしれない。先生はいなかったと言っても、それもまた正しくないかもしれない。先生は事実としてはいなかった。けれど、青年の時間の中にはいた。江ノ島の茶屋の席にいた。潮騒の違いを教えた。彼女の不在によって青年が傷つくほどには、確かにいた。存在とは、時々、その程度の確かさで十分なのかもしれない。あなたは、さつきは、ようやく口を開いた。先生といた時間が好きだったんですね。青年は、少しだけ笑ったようだった。はい。その声の響きは、さつきが思っていたよりもずっと幼かった。先生といると、海が怖くなかった。さつきは、それ以上何も言わなかった。青年の輪郭が、夕日の中で薄れていく。波の音が一度、大きくなった。観光客の一人が、夕日綺麗と言ってスマホを構えた。その声のすぐ隣で、青年は消え始めていた。いつもいると思っていたものも、青年は言った。いなくなることがあるんですね。さつきはうなずかなかった。否定もしなかった。ただ、見ていた。青年は海の方へ一歩踏み出したわけではない。橋を渡ったわけでもない。何かに救われたわけでも、呪いが解けたわけでもない。彼は、支えていた物語を失い、形を保てなくなっただけだった。その姿が、潮騒にほどけるように薄れていった。最後に残ったのは、白いシャツの襟元のような光と、膝の上に置いていた本の影だった。顔はほとんど最後まで半然としなかったのに、消滅の間際、その襟元だけが不意にさつきの視界の中で結像した。それもすぐに、夕日の中に溶けた。さつきは、しばらくそこに立っていた。海が鳴っている。先生の言った通り、稚児ヶ淵の潮騒は、橋の上で聞く潮騒とも、富士見荘の窓辺で聞く潮騒とも違っていた。そして今聞こえている音は、多分、青年が最後に聞いた音とも違っていた。第7章、小説家の娘。三枝美代は、父の遺品から出てきたノートを何冊も持ってきていた。富士見荘の部屋で、それらを開いては閉じ、開いては閉じた。古いノートには、江ノ島で見た景色が細かく書きつけられていた。しらす丼の上に乗った大葉の香り。雨の日の弁財天仲見世通り。岩屋の中の湿った空気。富士見荘の廊下を歩く、旅館の娘の後ろ姿。その記述を読むたびに、美代は困惑した。父は、こんなにも江ノ島を見ていた。こんなにも細かく、こんなにも長い時間、同じ場所を見続けていた。それなのに、家では何も話さなかった。父は、私にはあまり、自分のことを話してくれませんでした。美代は、富士見荘の縁側でさつきに言った。夕食後だった。庭の暗がりから、鬼山百合の匂いがかすかに漂っていた。遠くでは宿泊客の話し声がし、厨房では片付けの音がしている。小説家だから、言葉をたくさん持っている人だと思っていました。でも、家では寡黙で、私が何か聞いても、そうだね、とか、まあね、とか、それくらいで。書く人は、話す言葉を小説に使ってしまうのかもしれませんね。さつきが言うと、美代は少し笑った。そうかもしれません。彼女は膝の上のノートを撫でた。父の小説を読んでいると、江ノ島には父の本当の居場所があったんじゃないかって思うんです。家族といる時より、ここにいる時の方が、父は自由だったのかもしれない。その言い方には、少し寂しさがあった。それで、ここに来れば、父のことがわかると思ったんです。でも、よくわからなくなりました。美代は、海の方角を見た。父の見ていた江ノ島と、私の見ている江ノ島は、きっと違うんです。同じ場所に来ても、同じものを見られるわけではないんですね。さつきは、稚児ヶ淵で消えた青年のことを思い出した。いつもいると思っていたものも、いなくなることがある。
同じ場所に立っても、同じ音は聞こえない。けれど、それは悲しいだけのことだろうか。三枝さんは、さつきは言った。ご自分でも何か書かれるんですか？みおは驚いたようにさつきを見た。どうしてそう思ったんですか？そう尋ねられて、さつき自身も少し戸惑った。藤見荘の客と接するとき、さつきはいつも言葉を口に出す前に、一度だけ胸の内で確かめる癖がついていた。それが相手に踏み込みすぎていないか、旅館の娘として差し出して良い言葉なのか、意味のある気遣いになっているのか。けれど今の言葉は、その小さなふるいを通る前に、ふっと口をついて出たものだった。文筆のお客様は、時々いらっしゃいますから、なんとなく、お父様のノートを読んでいる時のお顔が、読む人というより、これから何かを書こうとしている方のお顔に見えたんです。みおは黙った。それから、小さく息を漏らした。昔は、少しだけ書いていました。でも、父が小説家だったので、逆に書けなくなりました。何を書いても自分でも父と比べてしまうし、父にも読ませられないし、今も、怖いです。みおは素直に言った。でも、昨日から、頭から離れない人たちがいるんです。さつきは、彼女の横顔を見た。先生みたいな女の人と、その人を待っている青年。みおは続けた。茶屋で見かけたんです。二人とも、どこか現実の人じゃないみたいで。でも、すごく綺麗で、何か物語があるように見えました。さつきは何も言わなかった。みおは、二人を見ていたのだ。そして、おそらく、もう見えない。今日、もう一度その茶屋に行ったんです。でも、いませんでした。いない方が当たり前なのに、どうしてか、ひどく寂しくて。みおは苦笑した。父も、こんな風にして小説を書いていたのかもしれません。ほんの少し見えたものが、見えなくなってしまう前に、どうにか紙に写そうとして。さつきは静かに言った。書いてみたらいいと思います。でも、私には、あの二人の本当のことは、何もわかりません。本当のことだけが、人を残すとも、限らないかもしれません。みおは、さつきを見た。さつき自身、その言葉を口にしてから、自分で少し驚いていた。真実ではないものが、人を傷つけることもある。別々の死を、勝手に結びつけてしまうこともある。けれど、全く書かれなければ、彼らは消えたままだ。嘘と物語は違う。その違いは、とても細く、危うい。でも、江ノ島はその危うさを、昔から受け入れてきた場所だった。みおは、膝の上の父のノートを閉じた。私、書いてみます。その声には、まだ自信はなかった。けれど、迷いの底に、小さな熱が生まれていた。第8章、もう一度、潮騒を聞く人たち。みおは、藤見荘に3泊した。滞在の後半、彼女はほとんど部屋にこもっていた。食事も早々に済ませ、夜遅くまで机に向かっているようだった。廊下を通る従業員の耳に、時折、紙を繰り返しめくる音が届いた。執筆に没頭している作家の部屋からは、資料を探すたびに、よく似た音が夜更けまで続くことがある。父のノートを読む音、自分のノートに書く音、その二つが、薄い襖の向こうで交互に響いていた。最終日の朝、みおは少し寝不足の顔で帳場に降りてきた。お世話になりました。また、いらしてください。さつきが言うと、みおは一瞬だけ言葉に詰まった。来ます。それから、少し笑った。父の代わりではなく、私として。晩作が大きくうなずいた。お待ちしております。三枝先生のお嬢さん。みおは苦笑した。その呼ばれ方だと、また父の代わりみたいです。おっと、これは失礼しました。では、三枝さん。はい。彼女は玄関を出て、弁天橋の方へ歩いて行った。さつきは、しばらくその後ろ姿を見送った。橋を渡る人は、江ノ島から出ていく。けれど、生きている人は消えない。また戻ってくることもできる。それは、この島にいる死者たちにとって、あまりにも当たり前で、あまりにも羨ましいことなのかもしれなかった。
それから、しばらくの時間が過ぎた。季節は初夏から夏へ移り、島はさらに賑やかになった。海水浴客が増え、参道ではかき氷を持った子供たちが走り、富士見荘の廊下にも日焼けした宿泊客の声が響いた。ある日の放課後、アキラが一冊の薄い文芸誌を持って富士見荘へ来た。さっちゃん、これ、読んだ。それ、なーに？新人賞の雑誌。すごく良かった短編があって、江ノ島が舞台なんだよ。アキラは少し興奮した様子で、さつきに雑誌を差し出した。目次を見ると、短編の題名があった。潮騒の記憶。作者名は、三枝美代。さつきは、しばらくその名前を見つめた。あの人だ。知ってるの？うちに泊まっていたことがある。そうなの？すごいじゃん。これ、本当にいいよ。なんかね、悲しい話なんだけど、嫌な悲しさじゃないの。先生と青年が出てくるんだけど、二人が本当に会ったのか、会ってなかったのか、最後までよくわからなくて。でも、わからないままでいいって思える感じ。アキラは言いながら、自分でもうまく説明できないことにもどかしそうな顔をした。先生が言うんだよ。潮騒は場所によって違うって。青年は最初それがわからないんだけど、最後に先生がいなくなってから違いがわかるようになるの。さつきは雑誌のページを開いた。本文の冒頭には、江ノ島へ渡る橋の描写があった。橋の上で聞こえる潮騒。観光客の笑い声。島の奥からかすかに響く鐘の音。そこに、白いブラウスの先生と青年が現れる。よかったらだけど、後でゆっくりどうぞ。そう言ってアキラはその文芸誌を置いていった。その日の夕方、さつきは一人で茶屋へ行った。参道の人通りは少し落ち着いていた。夕暮れの光が店先のすだれを透かし、テーブルの上に細い縞模様を落としている。いつもの席に、二人分の気配があった。さつきの目には、まだ人の姿としては見えていない。けれど、空いているはずの席には冷たい麦茶が二つ置かれていた。片方の椅子がほんの少し引かれ、テーブルの上に置かれた本の影だけが、夕暮れの光の中でかすかに濃くなっている。茶屋の店員は、その席に誰かがいることを当然のように受け入れていた。客の注文を待つように少し身をかがめ、誰もいないはずの場所へ、静かに会釈している。戻ってきている。さつきはそう思った。まだ見えていない。けれど、先生と青年は、確かにそこにいる。先生、青年の声がした。今日は、稚児ヶ淵の潮騒を聞きに行きませんか？少し間を置いて、先生の声が答えた。いいですね。でも、その前に、ここで少し休みましょう。潮騒は、急いで聞くものではありませんから。先生は、何でもゆっくりですね。あなたが急ぎすぎるのです。二人の姿は、まださつきの目にははっきりとは見えていない。けれど、声は聞こえていた。テーブルの上に置かれた二つの麦茶と、少しだけ引かれた椅子と、そこに影のように濃く残る本の形が、二人が戻ってきたことを告げていた。何事もなかったかのように、二人は話している。けれど、何事もなかったわけではない。一度、消えた。そして、戻ってきた。ただし、前と同じものとしてではない。以前の二人は、人々の誤った記憶が江ノ島に結んだ影だった。今の二人は、誰かが書いた小説の中から、潮騒に誘われて戻ってきた影だった。さつきは近づかなかった。声もかけなかった。先生と青年が本当に救われたのか、それともただ別の形で存在を続けることになっただけなのか、さつきにはわからなかった。けれど、先生は青年に潮騒の違いを教えることができる。青年は、先生を待たなくてよくなった。それだけで、今は十分なのかもしれない。茶屋の店員が、二人の前に冷たい麦茶を置いた。ありがとうございます。先生の声がした。店員は、何も不思議に思わない顔で会釈した。江ノ島では、そういうことがある。聖者が死者を見ているのか、死者が物語を演じているのか、それとも物語が、聖者と死者の間に腰を下ろしているだけなのか。はっきりしないまま、潮風が通りを抜けていく。さつきは茶屋の前から、ほんの少しだけ歩き出した。離れすぎる気にはならなかった。見えないままでも、
二人がそこにいることを、もう少しだけ背中で感じていたかった。坂を少し上がったところで、三畑光と会った。あ、さっちゃん。光。ねえねえ、アキラが勧めてた小説、私も読んだんだ。さっちゃん、私からもおすすめ。本当にいいよ。読んでる途中で、目がハートになったもん。うん、読む。あの先生と青年、なんか、いいんだよね。悲しいのに、最後ちょっと救われるっていうか。そう。あ、ごめん。さっちゃん、まだ読んでないって言ってるのに、今私、めちゃくちゃネタバレしかけてたね。光は自分で言って、口元を押さえた。でもさっちゃん、なんか知ってる顔してる。何も知らないよ。嘘だ。光が笑った。さつきも少し笑った。さつきは、アキラが持ってきてくれた文芸誌のことを考えた。今急いで、最後までミオの小説を読む必要はない、と思った。茶屋の席に先生と青年が戻ってきていた。ならば、ミオの小説は、もう江ノ島に届いている。本がどれほど売れたのか、どれほど多くの人に読まれたのか、さつきにはわからない。けれど、誰かの心の中へ深く入り、そこからこの島へ戻ってくるだけの強さを、ミオの言葉は持ったのだ。きっと良い小説が書けたんだね。さつきは、心の中でそうつぶやいた。ミオは、あの二人を真実として書いたのではない。かつて実際に起きた別々の出来事を、乱暴に一つにしたわけでもない。彼女は、失われた二人に、別の居場所を与えたのだ。誤解ではなく、小説として。伝説ではなく、誰かが責任を持って書いた物語として。その時、島の高台にある江ノ島大師の鐘が鳴った。江ノ島神社の奥へ向かう参道のさらに上、真紅の仁王像が山門を守り、石造りの本堂の奥に赤不動が座すあの寺から、夕方の鐘の音がゆっくりと降りてきた。鐘の音が坂道と石段と、土産物屋のひさしと、弁財天仲見世通りの人声を震わせながら広がった。江ノ島大師の鐘が鳴っている間だけ、さつきの視界は、島を訪れた普通の人々の視界に近づく。普段は先祖たちの守りによって、人の姿としては見えない霊たちが、その響きの中では、聖者と同じ輪郭を取り戻す。その瞬間、江ノ島の霊たちの姿が、一斉にさつきの目に浮かび上がった。観光客の列に混じる古い服装の人々、参道の端に立つ子供、鳥居のそばで何かを待っている女、肩を寄せて歩く老夫婦、聖者と死者が、ほんのわずかな時間だけ、同じ濃さで島に現れる。さつきは、はっとして茶屋の方を振り返った。茶屋の席に、先生と青年が、さつきの視界の中ではっきり見えた。先生は白いブラウスを着ていた。青年は膝の上に本を置いていた。以前のように、聖者に紛れるための不自然な鮮明さではない。物語の中にいる人のような、静かな明るさをまとっていた。二人は、鐘の音に気づいたように顔を上げた。そして、先生が青年に何かを言った。その声は、さつきには聞こえなかった。けれど青年は笑った。鐘の残響が、潮騒に混じって消えていく。その音は、橋の上で聞く潮騒とも、岩屋で聞く潮騒とも、稚児が淵で聞く潮騒とも違っていた。さつきは、光と並んで坂を上がった。富士見荘の玄関には、今日も鬼山百合の匂いがあった。島には、正しく語られなかった死者がいる。誤って語られたことで、かろうじて存在していた死者もいる。そして、誰かにもう一度書かれることで、ようやく居場所を得る死者もいる。三枝明人が毎年江ノ島に来ていた理由を、さつきは結局知らない。けれど、その娘が書いた小説によって、先生と青年は再び茶屋の席に座った。それは、救いというには淡すぎる。奇跡というには、あまりにも静かすぎる。けれど江ノ島では、そういう淡い出来事だけが、長く残ることがある。潮騒のように、毎日同じように聞こえて、本当は一度も同じではない音のように。さつきは、富士見荘ののれんをくぐった。背後で、海が鳴っていた。